国民的アニメとなったちびまる子ちゃん。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日はさくらももこさんと振り返る100分の25をお送りします。今回このチャンネルは25回目なんですが、100回を目指して始めたので四半世紀が経ったことになります。これもひとえに視聴者の皆様のおかげ、感謝です。そこでさくらももこさんの本をもとにプレイバックうまくいくかどうかはご覧になってみてください。さくらももこさんワールド、ご存知の方も多いと思いますが、国民的アニメとなったちびまる子ちゃんだけでなくエッセイがとても面白いんです。私はこれをさくらももこ節と呼んでいます。ホーク Z、 私はほとんどの著書を読みましたが、ある日ふとこのチャンネルと共通の話題が多いことに気がつきました。共通の話題一つ目は3年寝太郎ナンバー8のニートとオタクは異能の人になれるの回で、私は3年寝太郎の話から大村益次郎さんが異能の人になったとお話ししました。この回再生回数が私のチャンネルにしては跳ねた方で、インスタでもいいねがいっぱいついた嬉しかった回。さくらさんは著書「タイのお頭」で次のように書かれていました。大御所さくらももこさんもゆっくり異能の人になったんですね。共通の話題2つ目はウェッジウッド。私のチャンネルでも番組の後半にいつも雑誌付録の開封をしています。中でもウェッジウッドの付録はナンバー2から4まで3回続けてご紹介し、大好きなブランドということもあり、おまけコーナーを軌道に乗せてくれたように思います。ところがさくらさんもワイルドストロベリー柄がお好きということを発見。本場英国ウェッジウッドの工場見学の話が載っていたので引用しますね。亀を助けたわけでもないのに浦島太郎と同じくらい良い待遇をしてくださったウェッジウッドのことをこれからもずっと愛し続けると誓う。私も玄関にあるウェッジウッドのマスク収納ケース見るたびに元気になります。共通の話題3つ目はミステリーという窃盗時、密かに哲学的な面も込められていると言われるさくらももこさんのもう一つの漫画こじこじ。単行本憧れの魔法使い93ページにこじこじの絵が載っていて、それには次のようにあります。こじこじ is mysterious creature. Yesterday I asked Koji Koji, "Are you a boy or a girl?" Then Koji Koji answered with a smile, "I don't know, but I don't care, because I'm myself." どちらにしても自分は自分と微笑むコジコジはミステリーな生き物。ナンバー4の回でご説明した通り、私はミスでもミセスでもなくミステリーマープル、同じでした。だいぶ引用させていただいたので、さくらさんの魅力、私の中の新発見をお一つ。さくらさんの心の師はイギリスの画家エロール・カインさんだそうで、初めての出会いは高2の時、書店で開いた絵本と言います。引用しますね。絵本のタイトルが踊る12人のお姫様というもので、ちょっと面白そうである。12人ものお姫様が踊るというのだから、一体どうして踊る羽目になったのか知りたいと思い手に取った。その本はまさにこの世の素敵をすべて集めたかのような絵本であった。
現実の我が身を見てみれば、美しくもない八百屋の娘でうだつの上がらない姉が一人、自室の扉は物干し場につながっており、そこにいるのは赤星インコだけ。どこを探してもかっこいい王子様などおらず、父ひろしの風呂場で歌う鼻歌が虚しく聞こえてくるというありさまだ。こんな現実ではせめて空想の中だけでもいい夢見たいと思うのも仕方あるまい。ここでの注目はそのタイトル、踊る12人のお姫様。ちびまる子ちゃんの一世を風靡したテーマソング、踊るポンポコリンもルーツはきっとルカインさんからのイメージと思いました。私がさくらさんの本を持って美容室に行った時のこと、あろうことか声立てて吹き出してしまったんです。美容室の一瞬しか無音にならないその時に、慌てて美容師さんにさくらさんのエッセイだと弁解しましたが、電車の中や美容室など持参する時は要注意ですね。そんなさくらさんの本とともに振り返った25回、 YouTube を始める時はどうなることかと考えましたが、でも考えすぎは考えものでした。私のチャレンジが皆様の中で躊躇しているものの背中を押すささやかな応援となればと願っています。テレビ番組初めてのおつかいを見るように。この花鳥図は現存する最も近い応挙の出世作。さて、ここからはおまけコーナーです。付録開封をしてみたいと思います。おまけだけに。というこの一連の流れ、私もはじめだるまがバーンと出てきた時にはびっくりして画面の前で大笑いしたんですが、皆さんも笑いましたか？私が自撮りした後は編集担当のレイモンドが演出しているんですが、なんか不思議と笑ってしまいますよね。どこが面白いのかと言われると、取り留めてどこでもないというちょっと独特なセンス。今日は25回目の特別編ということで、このだるまについてお話しします。実はこのだるま、東京2020パラリンピックのオフィシャルグッズってご存知でした？顔が命の吉徳の CM でおなじみ、吉徳金星。オリンピックは青でパラリンピックは赤いんです。赤いだるまは古来無病息災の意味があるので、コロナ禍にもぴったりな縁起物。レイモンドは英国射撃のパラリンピアン石井ベイリー選手のインスタグラムで知ったそうで、彼女がだるまの顔真似をしながらこの日本のお土産を紹介してたのを見かけ、粋に感じたんだそうです。キュートな顔真似でじわるのだとか、私もとっても気に入って2021年になってしまったオリパラの記念品ならこれと購入しました。外国の方にもとっても評判がいいぬいぐるみみたいですね。以上、このチャンネルおまけコーナーの顔、粘り強いだるま大使でした。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくね。ではではまたね。